やってみたいっていうような話はあるんですが、なかなか教えてくれる先生たちが少ないので、意外と難しいようです。This is Makiwari. In Iwate, as throughout Japan, there are many ancient temples and shrines that are still active today. In the northern part of Oshu, there is a shrine called Hachimangu. This shrine is working to keep its musical traditions alive in the modern era. もともと高校卒業した後に宮城県のその塩川神社の方の学校で、教わりました。その後千葉県のとこの神社の宮司さんがそういったものの先生だったので、そちらの方から引き続き教わりました。笙という楽器になります。17本の竹からできています。その音色から天空から差し込む光と言われる楽器になります。こちらの形が伝説上の生き物鳳凰というのがありますけど、その鳳凰の羽を休めた姿をかたどったとも言われておりまして、別名を鳳翔と言います。それではちょっと吹いてみたいと思います。この楽器で演奏されるものを雅楽というんですが、最も雅楽っぽい音って言ったらいいですかね。These instruments are traditionally used in gagaku, a form of classical Japanese music that began more than 1500 years ago. 雅楽というものが日本に入ってきて一番最初に使ったのはお葬式でした。当時の天皇陛下、陰陽天皇の、お葬式のために渡来人っていうんですかが日本にやってきて、一番最初に吹いたのはお葬式の時です。あとは、親善式ですね。親善結婚式というやつもこういうのがついたりします。はい。Even the smallest of these instruments can have a powerful impact. こちらの楽器が七域です。すごく見た目は小さい楽器なんです。一番小さい楽器ですね。になるんですが、楽器の中で一番大きい音が出ます。先ほどの笙という方は和音を奏でる楽器ですが、こちらは主旋律です。主旋律を奏でる楽器で、座椅子は竹とリードの部分は足というものからを乾燥させて、ちょっと作るのに時間がかかるんですけども、こちらの方はこの地球上地面にいる私たち人の声だというふうに言われております。ちょっと吹いてみます。
というような非常に力強い音が出る楽器になります。はい、Each instrument used represents a part in the connection between the heavens and earth. 昔はいっぱいあったらしいですけど、今、現在伝わっているのが6つの調子が残ってます。6個の調子ですね。で、それがそれぞれ四季を表すとも言われていて、ちょっと冬だと物悲しいような音を奏でる調子があったりとか、夏でわっとなるような、曲もありますし。Even a common instrument can hold an important role in traditional gagaku. これは流笛という楽器になります。横笛ですね。いろいろ材質はこっちに関してはあるんですが、基本的にいいのは竹ですね。桜とかいう時も今あるんですね。流笛の流の字は流ですが、これも空想上なんでしょうが、いわゆるドラゴンというやつですかね。ドラゴンと竜が一緒なのかちょっとはっきりわかりませんけども、人が住んでるところと天空との間を行き交うような竜の鳴き声だというふうに、言われております。こちらはメロディーを奏でる、楽器だというふうに言われています。ここの楽器3つだけで、ちっちゃい宇宙を表しているというふうに言われているので、怒った悲しいとか、楽しいとか、そういった感情をちょっと置いといて、もうちょっとおおらかな気持ちで聴いていただくと、いい音楽なのかなというふうに私は思っております。There is hope that this musical legacy will be preserved by future generations. 増えていってほしいという希望はあります。現在、私どもが科学をやってる会っていうのが、岩手県内に一つしかなくて、それも岩手県の南の方の人たちがメインになってるんですね。今ちょっと盛岡の神社の宮司さんとお話をして、盛岡にも作りましょうという話が出てます。来年の春から動き始める予定ではあるので、盛岡の方で、今までやりたかったけど、ちょっと水沢は遠いなっていう方々もいらっしゃるので、増えてくれると思います。Thanks for watching this video on Makiwari. We hope you enjoyed it, and if you did, please share it with a friend that you know. It really helps us. We hope to get more of these videos out soon, so please stay tuned, and hope to see you next time. See you! なかなかその通り、私も楽器だけはこうやって持ってますけども、やはり先生が他の館の先生方からすれば、そんなふざけた音色出しやがってって言われるかもしれませんけど、とりあえず、音は出ます。あとは正確な音っていうのはやり始めてから徐々に作っていけばいいものなので、興味ある方は誰でもできますので。